やっとはい、これ誰ですか？てるさん。はい、てるさんね。どうぞってかすいません。いただき私たちがいただいてる。あやちゃんが買ってきたわけじゃないから。私が買ってきた。あ、これは私。はい、私とか言って。いや、俺の置いてもらおうかしら。はい。あら、二人で置いてくれるなんて。どうぞ。ありがとう。確かに。すごいな、ちゃんと。でもね、ベタなんですよ。下手くそ。私もですよ。お菓子なんてぐちゃってなってるなる当たり前。マシュアヤビデオ。あ、こっちです。わーい、初めて来た。うわ、きれい。広くはないけすげえ。いやあ、ーこれがコレクション？ど。そうなんですよ。今日はね、ちょっと白ということで。白いのね。白メイン。はい。ちょっとあるコレクションをすごい。置いといたんですよ。確かにてるさんのイメージで白が多いイメージがある。そうですね。結構まあもともと白だけを集めてたわけじゃないんですけど、やっぱりまあこう。だんだんとこの白の雰囲気、各そうですね、釜の色の感じがやっぱりすごい好きだったんで、だんだんまあ白といっても本当いろいろな、ちょっとアイボリーがかってたりとか、ちょっと青みがかってたりとか、ちょっとピンクだったりとか、いろいろ白でもいろいろあるんですけど、まあこういうのは結構好きで出会ったら、白はなんかこの光と影のなんか表情がいいよな、やっぱね。そう、でもなかなかやっぱりね、パリでも今なかなか見つからないんで、これっていうのが、まあちょっと田舎の方とか時間あったら田舎の飲みの市。そしてなぜかてるさんが撮影しだしたら敬語になったっていうね。どうしたの？急によそ行きで。しっかり話してくださってる。でもなんか言ってたみたいにさ、白やけどさ、やっぱそれぞれの色味は全然違うやん。クリームやったりとか、真っ白でも真っ白じゃないもんな。確かに。そういうなんやろ、組み合わせがなんやろ、その幅ができてめっちゃ可愛いよな。白で統一してても。まあ結構こういう白とかだと結構こう傷だったりとかって目立つのかもしれないけど、これはこれでやっぱり一つかっこよさというか、やっぱり日本のこういう茶器とかでもやっぱり昔のはちょっと割れてたりとか、ちょっとこうひびがいってて金継ぎしてるのがかっこよかったりとか、確かになんかちょっとそういう傾向が僕結構好きだから、だからなんか真っ白でまっさらっていうのはなんか逆にでもちょっと味気なく感じだったりとかしちゃって、じゃああえてこう割れてたりとかちょっとありっちゃありあって好きで、いつぐらいからこういうの集めるようになったんですか？もともとそれほど僕は興味がなかった、だけども4年ぐらい前に知り合いの人でもともとブロコンタをやってて、もう辞めてる方だったんですけど、その方が時々遊びで行ってるから一緒に来ないみたいな感じで言われて、でなんかこう行かれてるから知ってると思うけど、結構物によってはなんか子供用の服がバーって売ってたりとかする、もう本当かなんてバザーみたいなそうみたいになってるとこ多いイメージがあったから、そういう人がこんな可愛いもの売ってるんだっていうのがあって、確かに。それからちょっとなんかちょっと買いに行ったら女性の方やったんですけど、なんかめっちゃいいやんとか選んだチョイスがって言ってくれたんですよ。それでこれマジでみたいな。嬉しくなるような。そうなかなかいいやんって言われて、であとなんかもともと結構デザインとか好きやったから、でそれでなんかこういうのも売ってるんだって言って、それでだんだんいろんなものを集めて、で初めはなんか全然知らなかったから、もちろんそういうどういう窯元があったりだとか、そういうのも分からないし、でだんだんこう見ていくと、こういうのっていいなとか、でもやっぱり行ったからってね、やっぱり合わないから、そんななかなか急にここにもあったっていうわけにいかないから、よく朝早くから連れてってくださる方とかいて一緒に行ったりとかしてますね。じゃあこの中でお気に入りとかあるんですか？お気に入り結構やっぱりこういうのとか、こういうの結構こういうパニエ皿だけどすごくしかも凝ってるってし、これクレイのなんですけど、クレイルなんや。
あ、ないあるありますね。ある、すごい。でもやっぱうちらが普段見るのとやっぱ違う目線やから面白いな。かわいい。確かにこの焼き物がこんな綺麗な状態で残るのすごいなと思って。そうやな、これ焼き物やんな。ね、割れちゃいそうですよね、こういうとこね。意外と割れてない。これはやっぱ出会った時におおってなったんですか？これはね、これも田舎の方で。だってこっちもそうやもんね。そうそう、この本当や。またこの上にアーティチョークがこれね、なんかね、ちょっとどのぐらい古いのかわかんないけど、すごい可愛いと思って、オブジェで。可愛い。そう、これは重しにも使えるし、なんか飾りでね、デコレーションでもいいし。この大きいポーもかっこいい。ポーかっこいいな、これ。これ何？あ、それスピエ。スピエ。スピエもいいな。結構ね、実は持ってるんですけど、なんかもう場所がもうなさすぎて。スピエ場所取りません？そう、まあ大きいの、これ結構大きいけど、もうちょっとちっちゃいのとか、サイズ感はね、いろいろとあって。なるほどね。そう、なんかこれとか蓋あるんだけど、ちょっとなんかどこにあるか分からなくて。蓋行方不明のパターン。行方不明パターン。そう、まだまだいっぱいあるっていう実は。そうやね。そう聞いてて。俺でもこれが好きかな。この中でこのお塩ね。これ多分クレユのオクトゴナルなのかなと思って。確かに。めっちゃ可愛い。可愛いよね。ここですか？そう、これと一緒なんじゃないかなと思ってるんですけど。違うかなと。素敵。可愛いね、すごい。可愛い。まあ2つで1つやったんだろうけども。なるほど。確かに。でさっき言ってたこの色ちょっと入ってるのが色味がね。なんか俺はちょっとちょっとね、時の経過が見えるというか。でこの3点セットも好き。3点っていうかいいね。手前のあれかな、練り香水。そうみたいで、なんかまあ多分当時のなんかパフュームって書いてる。なんか練り香水なり、例えば香水屋さんのなんかノベルティ的なものかもしれないし、ちょっとなんでかは確かに分かんない。でもすごい可愛いなと思って。でこの奥のソーシエの形もめっちゃあんまりないというか。ないね。見かけた。左？まあ下のところがないやつなんでね、これ可愛いなと思って。これとかもあんまり見たことないね、このお皿。これまあね、めっちゃ珍しい。これはフェノワって言って、裏系が黒、まあ黒っていうか茶色、黒ってなって上の方とかで、まあこっちは大きいお皿。これまあ結構大きいですよね。でムスティエっていうとこで。ムスティエ有名なですね。ムスティエも結構柄が多い。やっぱ新しい今もね残ってる窯で結構そういう絵皿の有名でね、黄色のとかいろいろとしてて、でまあこういうねかけたりとかムラがあったりとかするのも結構かっこいいなと僕は。ああ、かっこいいなっていう。しかもさ、それがなんていう、絶対その日々の生き方って一緒になれへんからさ、いつ自分のっていう感じがして結構。そうやんな。なんか一回それこそなんかどっかのブログアウトに行った時に「これどう?」とか来て「これちょっと汚いかな」とかって言ったら「じゃあお前は IKEA に行け」とか言われて。それは面白い。確かに。ブログアウトのそのおじさんとかが。じゃあ綺麗なものが欲しいんだっても IKEA 行ってくれるって。確かに。ほんまでもそう。まあね、そうだからまあそういう欠けてるとかも一個味があるというか、なんか結構なんかそういう例えば日本の魯山人とかやっぱりなんか書いてて、そういうやっぱり古いのになればなるほどその味が独特なってで、まあその欠けとかさえもやっぱ美しくだんだんなってくるみたいなとか書かれてると、やっぱりすごくそれはこういうのをよく感じるなっていうのがあって。すごいやっぱてるさんのなんかアンテナ、そういうとこの美しさをこう見極めるアンテナみたいなのが絶対あるんやろうね。そうやな。なんかだからやっぱりその食器の選び方一つでその人の個性が出るっていうのはなんか占いみたいやな。占いだな。分からんけど。でもなんか白じゃないものもね。そうね。あるっていう。こっちはこれはなんか同じシリーズのものです。これはねグリザイユって言って、これだけはちょっと違う。これだけどまあそのもともと多分絵画の関係のやつで多分そういうジャンルがあって。でも確かに見かけるよな、こういう感じのやつ。でもこれは見たことないな。飾り使うというよりも飾り系なんですか？まあ結構ねいろいろと使われてた感じもあるからあるけど、まあ飾りで使ったりとか。これかわいい。めっちゃかわいい。すごい。これは見たことない。
でも絵はやっぱり宗これ教は宗教っぽい画だったりとか、歴史的なやつだったりとか、でこれもクレイユでオクトゴナルのやつと一緒のクレイユなの、あ、確かにこの形と、これも全部、これが一緒の形してる。一緒の感じで。へでこれは全部このはい。これ以外は全部クレイユ。クレイユの。そうでこれはねなんかブロカントをやってる人が、すごい大事にされてたんだけども、結構お年の方で、もう蓋をずっと探してるんだけどないから、譲ってあげるから蓋いつか探してあげてって。ああ、蓋探しね。そう。オッケー。口が面白い。横鳥やんね。ここや。これのじゃあ蓋探してるんで、もし持ってる方いらっしゃったらここまで教えてください。住所。そう、しっかりお見せしときはこれね。かっこいい。すごい好きでこれ。そう、この形のめっちゃ募集してる。ありましたらお願いします。でもこの形で言ったらその、デザインとか違うのとかもあるってことですよね。形は。そうだね。大きさがちょっと違ったりとか、膨らんだったりとかってするのはちょっとあるみたいな。見つけたら感動する。なあ。でも蓋だけってねなかなかないもんな。俺はやっぱりこの貝が好きかな。貝かわいいよな。貝か、しかもこのタイプめっちゃ探してんねんな。なかなか出会えへん。いやこのね朽ちた感じがそうすごい綺麗な、これ最近のみたいなやつもたまに見かけるけど、これぐらいめっちゃバランスいいよな。なんか愛しくなるな、こういう色味のやつと。へえ。てるさんこれも好きって言ってたよね。これね結構ね好きで、これひげを剃る時に使ってたやつすげえ。こう首のとこにこう当てて、でこのねなんか独特な形と、あとちょっとこの深みのある感じが、僕は結構好きで、なんか使い勝手も結構サイズ感もいいし、確かに、そうよく使うかなっていう。なんか今言ったワンちゃんとかにも使えそう。そうだね、ちょっと高いから、そう可愛い。これは結構好きで。面白いな。愛が詰まってるね。愛が詰まってるね。愛おしくなるような、こういうの集めると。ちょっと見てこう出してきたりとかして、そんな日々そんなにしょっちゅう使うわけじゃないから、そうね。なんかこう見てかわいいな。わかる。かわいいって言ってるから。そう。愛してるさ、めでてる。今顔してるわ、可愛さに。いや可愛いよ。あるかな。いやいいね。だからこのまたいっぱい集めるだけ可愛さ増す。そうやね。わかる。場所問題は永遠のテーマやな。永遠のテーマ。この中で意外とこのガラスちゃんがちょっとね、いくつかちょっとガラスの持ってて、これはね、これもブロコントでね、このまま見たことない。ボンボニアってね、ボンボンのやつや。クリスタルなんですけど、これはなかなかかっこいい。かっこいい。なかなか出会わない、これは。そうなんだ。はあ。いや珍しいよな。これも見たことないもん。でも今日これ見たから多分また飲みの市行ったらこういうの目に入るようになりそうな気がするな。結構逃してたような気がする。そうか、あるかもね、そういうの。なんかやっぱりこう意識にここれ欲しいなと思ったらって目に行くけど、そう思ってなかったら結構スルーしちゃったりするから。そうそれは。てるさん思い出せるわ、でも白いな。絶対言ってまい。なんならてるさん。そう、これてるさんにも買ってこうか。買ってこうかとか。買ってください。買ってきます。じゃあ他のコレクションを見させてもらおうか。まだまだあるみたいやから全部は紹介できへんけど、ちょっとマシュアチョイスでいろいろ見させてもらったのをちょっとまとめて見ていきましょう。楽しい。おお。集めました。マシュアが好きそうなのと。てるさんの好きなやつと、これでもまだ全然一部やったな。かっこ笑い。かっこ笑い。かっこ笑い、一部。なんかね、だんだん増えていったって感じで。いや、気持ちはめちゃくちゃわかるよね。いや、可愛いな。まず面白かったのがさ、このカツラ置いてるやつとさ。これね。そう、帽子置き。帽子置きね、これ。おしゃれやな。おしゃれだよね、これね。見たことなかったなっていう。これはね、人形屋さんのところで置いてあったやつで。なんかその人形のカツラと一緒にこうやってもうそれも帽子置きにできるっちゃできるのかな。帽子置きだったんだと思うんだけど、で
人形用にこうやって店の人が多分こうやって置いてあってだからもう可愛いんじゃないみたいな、そっか。そうまあ鉄とね鉄とキーのやつですごくこの雰囲気もすごくあっていいとてもいい。なるほどね。そうそう。あやちゃんすぐこれチョイスしてたよな。これカップもね見たことないし、これ多分違う種類やけど色味でセットにできるっていうのと、これがちょっとね桜とかこのなんかちょっとねラーメンの横についてるなんかラーメンの横ナルトみたいな。やけどこのね飲むとこのなんかふにゃふにゃふにゃってわかるとかもめっちゃ可愛いし。確かにこれリュニベルかな。リュネビル？リュネビルでもこういうのあるんや。綺麗。なんか赤可愛いなっていうのと、赤で合わせたらこうこれはコーヒー飲みたくなるな。相性がいいのもすごい可愛いし、ちっちゃいのもいいよな。そうだからこれもめっちゃ。結構こっちってどうしてもドミタスばっかりが多いから、確かにやっぱりなかなかちょっと大きめのタスってそんなになかなか出会わないから、そうやんな。こういう系も赤チ？これ違う種類やけどやっぱ色で合わすと全然こういけるっていうところもすごい好きやし、上は確かサルグミンヌ。サルグミンヌ。これはマスタード入れかな。かわいい。かわいい。めでるわ赤ちゃんみたいやんな、なんか食器界の赤ちゃん。これが同じ柄でこう。これは一緒の柄のリュネビルじゃラビエ。サンタマンのラビエ。マリオサービスマリオかな。俺はこのこのポーじゃないわね。コンフィチューって書いてあるかな。これはね、これはフェリックス・ポタンって当時すごい有名なスーパーマーケット、いわゆるほらこっちでモノプリとか、それこそそうなの？だってあそこほら H&M マクセルとかあっちの方にあって、あそこに大きいモノプリあるの知ってるかな。行ったことある？ないかもね。見たらわかるかもやけど、かなりあるとこで、そこはここのフェリックス・ポタンのあった会社だから今もフェリックス・ポタンって書いてある。そこが出してた言ったらフェリックス・ポタンブランドのコンフィチューの。おしゃれね。めっちゃおしゃれ。でもこんなにたくさん食べたのって感じがする。確かにどうやって消費したんやろ。重って感じ。これに5円ちゃい出たってこと？そう激重。いいよな。でも陶器に入ってたんやっていうね。確かにプラスチックとか瓶じゃなくてな。そうでこのラビエ類もめっちゃ来ましたよ。私たち大好きラビエ。みんなも大好きラビエ。まずこれラビエじゃないよね。これはソープディッシュ。まあね、トワレットって朝の身支度用の一つ。これかわいいな。これいいよな。丸っこいのもいいね。縁に何も柄がないのもすごいかわいい。中だけっていう。でこちら。かわいい。やばい。これでも状態めちゃくちゃ綺麗ですね。めっちゃ綺麗。綺麗。でもこの青色のやつの方がちょっと形がね、ちょっとこうシュッとしてる。ちょっと深みもあって。確かに。珍しい気がする形的に。でもそう思うと珍しいはこっちやんな、この。これがね。これはすごい。これね譲ってくださった方はまあやっぱりちょっと傷っていうか、多分何か昔使ってた人が何か使ったんだろうって。だから本当に綺麗な状態だったら本当にもっと高くしたいんだけどみたいな感じで、僕結構これもクレイユーの昔のやつなんですごい好きだったんでぜひ欲しい。すごい薄いですね。なんか思ってるよりもマンス。こういう形。柄もなんか。これは見たことないな。これは5月って書いてあるから。目。じゃあ全部あったんですかね。1月からシリーズで。いいね。なんかそういうシリーズって好きやわ。目みたいやから目じゃないです。ごめんなさい。それ日本語やん。親父ギャグやんただの。もう意味わからん。ってされた。続いていきましょう。これ気になるんですけど、これは誰が？それも俺選んだ。今オクトバナルのやつ。これはねちょっとどこやったか名前忘れたな。これは古いもの？結構古い。なんか珍しくないですか？古いものに緑色が入ってるの。結構オクトバナル探してる人結構これを持ってる人も多い僕のイメージだけど。なるほどね。その時名前書いてるのでちょっと今パッとど忘れしたけど。ここも何も書いてない。すごい。なんかいいよね。なんか乗せたくなる気持ち。あと結構これちょっと深皿なのも結構可愛いと思って。カレー食べれる。そう。カレーもいけます。
でその下にあってるやつがなまとめてこれね、この模様すごいなんか、可愛いよね、ロンドンとかイギリスっぽい感じがするけど、なんか後ろに3点こうやってこれなんかもしかしてなんかのサインなのかもしれないですけど、ちょんだけがあるな、ついてたりしてたのでちょっとどこのかもちょっとわかんないけど、僕も結構好きでこれ。かわいい。情報を求む。確かにご存知の方いますかね。そうね。なんかお花の後ろにさ、こうシュッシュシュッシュって模様があるのが全部にあるのが不思議やな。珍しいこういうデザイン。全面デザインはすごい珍しい。いいよね。そう確かにね。全面デザインって珍しいよね。珍しい。イギリスなのかな。いやなんかこんなアンティーク仲間とこうやって話せる日が来るとはね。コレクションちょっと今めっちゃ楽しいもんな。なんかポケモンカードをこう俺こんなん持ってるみたいな。そう。それのちょっっとアンティークバージョン今そういう気持ち。これまた美しい。ジアンかな、どっかだったんじゃないかな。そうかな。おしゃれ。素敵やね、ハンコが。そうここにまで柄あるで。ほんまや。可愛いこれ。可愛い。まあお皿も何枚かこれ持ってて同じやつで。そうなんや。人形やね。でも花生えてるわ。天使人形。フェアリー？フェアリー。フェアリーがいました。でこれはすごいよね。たまに見るけどこれ。だからこれはまあ結構ほらベルサイユ宮殿とか行っても大理石のように描いてたりするカンブルで生紙でそういうことなんや。大理石っぽい。僕描いてる描いてて。そうなの。結構こっち行くと壁にそういう技をやってる人って結構家とか美術館とか結構ある感じだからまあそれと同じような。綺麗やな。どこのだろうね。読めないね。これなんやろね。でも可愛いね。これもクレイユ。クレイユや。クレイユか。このさ持ち手の下の模様がすごくさ立体感が可愛いよなここ。こっちも葉っぱだね。葉っぱなんやな。なんか結構モチーフでその自然物使ってるの多いよなやっぱ。美しいからな自然物のディティールってな。こっちこういうのなんか意外と俺持ってないわ。あ、そう。これでもよくまあね見かけるっちゃ見かけるけどなかなかでもこうあってこう響く子って出会いにくい。結構でも初期ぐらいの時に結構これ見て、まあいくつか持ってるけどそれでめっちゃハマり出したのこれ白がいいってやばい扉を開いた子。そうなんや。めっちゃかっこいいと思って。確かに。やっぱかっこいいになるんですか。可愛いっておっしゃってる時もあるけどやっぱかっこいいわ。そのものによってなんかかっこいいみたいな。かっこいいんだ。でもちょっとなんか男性感あるコレクションやんな。それはね言われたことある。確かに。だから女の人が選んでるやっとまた違う目線だからって言ってなんかそうそれは言われたことある。男性感あるんだね。なんかちょっと俺もそう感じた。これも結構いっぱいなんかね柄がしっかり入ってる。クレイじゃあサルグミンのゼラニウムかっこいいゼラニウムってなんかいい匂いするやつやったっけ。結構ほらパリでよくある花でしょ。なんかその淡い青色がすごい特徴的な気がするな。これちょっと色がちょっと色目がほんまや。すごいシリーズっていうか何枚もある。これでそれってこうテーブル置くのもいいね。いいめっちゃ可愛い。しかもなんか銀のちょっとアンティークのさフォークとかナイフをこう合わせると合うね。めっちゃ可愛いな。ケーキ食べたいこれで。なんかそれと一緒の感じでこれまた可愛いね。これはでもなんかあんま見たことないね。可愛い見て。セヘかな。セレス。可愛いこのリボンの中に。リボンがふにゃふにゃな感じめっちゃ可愛い。ここみんなめっちゃ好き。なんか結構こういうお花のさ柔らかいイラストにさこういう線でカクカクってなってるのがさ混じってるのたまにあるけどあんまりこうなんかねチョイスしたことなかったから素敵。そうね。こういう柄はめっちゃ見るね。そう丸い感じのは多いけどこっちは珍しいよね。ちょっとこういう線が入ってる系っていうかな。こういうちょっとグラフィカルって言ったよ。グラフィカルなものが混じってるのはねたまに見かけるけど
これも飲みの市でファって出会って、そうそうでなんか多分これ売ってた人同じ人やったのかな。それでこのじゃあ青いシリーズが一緒に、すごい全然違う着眼点が。かわいい。こちらあんまりこういうの買ってないもんな。はい、そしてこれが超有名とか大人気のサルグミンヌのこう無地シリーズというか、アイボリー系のね、いわゆる花リムってね。そう花リム。花リムかわいいよなやっぱこれ。かわいい。まだラメのね形の感じもかわいいよねこれ。確かにこの形って確か他の言ったら倉本さんはやらないタイプの。やっぱサルグミンヌって感じの代表的な感じじゃない。一つの。それはねクレイユだった。これはクレイユ。YJ。これでも珍しいよね、淡いブルーの。ブルー可愛いな。でもこれもあんまりうちらが買わないような色味やね。確かに単色系のモダンなのはあんまり買ったことないかな。おお。こっちも見たことない。あら。これはこんなところに。なんか知りカン合いじゃない。ペール系？違うかな。クレイユだったんちゃうかな。クレイユなんや。クレイモントかな。すごっ。かわいいな。これもクレイユなんや。あんまり僕はそういうの買わない方だけど、なんかその時なんか響いたんやな。そうなんか心に私を買ってって来たんやわ。ちょっとでもなんかこう花柄といっても落ち着いた雰囲気がある。だからグラフィックな感じのデザインでもあるから。確かに出会いやな。そうちょうどいい。かわいい。まあこれもね結構歌とかが書いてあったりとか、そういう詩が書いてあったりとか、ほんまや。そう詩の一節だったりとか、ポエムな感じなんや。ないね。この辺はねちょっと古いんやろな。ぐらいのがちょっとわかんないけど。ねえ、そっか古いんか。はい。おー、ちっちゃいね。これは何のやつなんやろ。いわゆるディネットっていうまあおままごと用の。昔のお子さん用ってことなんですよね。嘘だろ、これおままごとに使うの。割れるやん。これ多分いたんだろうけど。てかちゃんとその多分これを作ってたその蔵元では本物サイズがあってそれのミニチュアを作ったってことですかね。オクトゴナルのとかあったりするし。なるほどね。それめっちゃいいよな。多分そのお皿として使わへんけどこの形のやつ飾りたいなとかで買ってる人もいたんかなってちょっと妄想する。いいね。もう日本人はね醤油差しの方でちょうどいい。ちょうどいい。ちょうどいいわ。ちょうどいいですからね。お刺身が見えてきたわ今。ねえ。ねえ。買っても使えます。これよこれ。かわいい。かわいい。フルーツ置いてるやつよく。コンポチエやったっけ？コンポチエ。今はフルーツ置いてもいいし、まあ何置いてもいいって言ってたね。でもこういうなんかシミが入ってるけど、なんか僕はそれがめっちゃかっこよく感じる。そうやんね。ピカピカじゃないけど、まあもちろんピカピカで別になんていうの新しいデザインでもすごい心に響くデザインもめっちゃいっぱいたくさんあるし好きだけど、まあこういうちょっとシミがいってるのも一つのなんかその昔のその時間の経過をちょっと感じたりとか、すごいいいなと僕は結構好きかなこういうの。なるほどね。なんやろなんやろ日本語にしてしまってなんか味があるとかよく言ってしまいがちだけど、その言葉ではちょっと足りないぐらいのなんかもうちょっと。いやでも本当に味やなやっぱ味とか趣ね。個性とかあと歴史とかなんだろう奥行きが感じれるって言ったらいいかな。ありがとうございます。なんかやっぱこのヴィンテージとかアンティークのものってこうなんかこう紡いでいくような印象があるからそういうのも感じて僕は好きかな。そうまあそのインスタの時の名前を決めるのもやっぱその時の形っていうそのフォームジュトンっていうのをあえてやっぱりそういうことか。そうそれで古いもんとかがまあそういう時間っていうのは形はないけどこういう形で残ってるのをあえてこうそれでまあ時の形っていう形で
ちょっとやりだしたのは。そうなの？なんかインスタ結構なんかその初めてその買ってから冬コミの世界もあるんだってなって、でその時に他の方のインスタとか見たらこんなのどこで見つかるのみたいながあって、でいやちょっと僕もなんか自分でこう選んだものとか発信したいなと思った時に名前にしようかなと思ってなんかいろいろ探してて、でまずはそのそのフランス語の方でちょっと探して、でその時の形っていうのがちょうどこうしっくり日本語でもまあまあ綺麗に収まるかなと思って、そうそうフォームジュトンっていうことで時の形ってして、そうおしゃれ。おしゃれでしょ。おしゃれ。おしゃれやわ。ちょっとうちらもパクろうか。ユーミンの歌とかにありそうやもん。なんかわかりますか？わからん。趣ある感じ。いいな。そうそれでなんかそうやりだして、時の形やって。コンセプトがもうしっかり。いやなんかね本当。じゃあうちらはなんか時の香りとかにする？いやパクってるから。真似したらあかんでよ。やっぱりなんか結構芸術関係すごい好きでいろんなもの見てて、やっぱりその当時の作家さんとかがなんかいろいろこういう思いがあって形にしたりとかいろいろ作っていって、確かに。でそういうのがこう今にもあるっていうのってやっぱりすごいなと思うから、そういうの一つの形としてなんかこう自分でこうこれいいなって感じたものをこうやって出すのっていいなと思うのと、でもやっぱりこっちに住んでるとよくやっぱりいろんな美術館だったりとか、音楽だったりもいろんな芸術関係とかも聞くたりとかデザインとかも素晴らしいものいっぱいあるし、でそういうのを見てるとやっぱりどんどんやっぱりこう目も超えてくるし、だからそんな中でやっぱりこうなんていうのかな、こういう古いものを見た時に、こういうのって今でも全然いいんじゃないかなっていうものが逆に新しく感じたりとかするものとか、この古さがなんともやっぱり新しいものには出せない何か面白さとかっていうのがあるなっていうのが。新しいものに出せないんですよね。そうこの多分こういう食器とかから感じる雰囲気を新しく作り出そうとしても結構難しい、今すごい素晴らしい技術があってすごく進歩いろんなしてるけど、やっぱり昔の人がそういうのやったで今ってこう残ってて、その時間の時の経過ってどうしてもね出せない方があるんじゃないかなと僕は思うから、そういうのをだってすでに新しいものでは出せないともう新しいものになっちゃってるから、古いものを作るっていうのがまずおかしい、言葉的にも。難しい。確かにね、そうかも。古いものっていうのは古いものじゃないとできないから。なんかこの歴史とかをやっぱこうアンティークの良さってそういうのがあるのかも。この一つにそういう魅力をギュッてここに詰まってるから、なんかそれをこう手に取って使ったり見れたりする時になんかこう感じるなんやろ良さとかがあるから、なんかうちらも惹かれていったのかな。確かに。最初は私たちも全然そのアンティークに興味ない感じでフランスに来てるから、ある日突然なんか開くというか、俺みたいなめっちゃ良くないみたいな。もともと結構通訳やったりとかいろんなことでデザイナーさんだったりとかいろんなプロダクトの方と話す機会もすごい多いから、でそういうの見てて、そういう人たちってすごくやっぱりこういうことを表現したいとかっていろいろとかを語っていてて、やっぱりすごいなんていうのかな、そういうパッションをすごく感じて、やっぱり当時のこういう人たちもそういうのを感じて作られてて、やっぱりねその時間経ってもかっこよく見えるとかっていうのってすごいなっていうのが。確かに。それ当時の人は時間経ってもかっこいいであろうって考えて作ってないですよね。いやでも作ってないと思う。だからそれはやっぱりそう感じるっていうのは僕らのその未来の人だけがこれを見てかっこいいって感じて、でもそれだけやっぱり時間のふるいに耐えれたものってすごいなと思う。だからそのキーワードが出たよ今。時間のふるいに耐えれた。やば。いやまた書いてある。ちょっとテスト出ますから。それでね、例えば今のアーティストさんとかがやっぱり本当にいいかどうかって残るのっていうのはやっぱり100年後の人が決めることだから、別に今は深いぞ。いや深い話よ。例えばその100年後のことってわからないじゃないですか。わからないからみんなでもだから一つの芸術に対してこういう信念
なって、でまあ、今すごい有名な人が逆に100年後とかもう10年後とかに忘れられてるとかなって、まあ、音楽なんて、まあ、僕はもともと音楽専門だったから、すごくそういう人っていっぱいいくらでもいて、で時間が経ってから時間がその人に追いつくみたいな感じで、なるほど、その人が有名になることとかっていうのはすごくよくありがちなけど、これのジャッジができるのって100年後の人しかできないから、そうそう、それでまあでもあと思うのは、最先端に芸術をやってる人はやっぱりそういう意味では持っといた方がいいんじゃないかなという気はする。ああ、そうだね。信念を持ってこう一個の芸術とかされてて、まあじゃなくてもいいけども、その作品とかが100年後もあるんじゃないかどうかをある程度ジャッジできるほどのものはやっぱりアーティストの人は持っといた方がいいんじゃないかなって気はする。そういう視点をそうちょっと頭の片隅にそうだから必ずしも今すごくジャンルすごく流行ってるっていうのってあるけど、これが100年後もしかしてどうなんだろう、持つのかな持たないのかなっていうのは、こればっかり本当は分かんないけど、そういう視点でものを見るっていうのは結構大事かなっていう気がする。だから今この時点で全然流行ってなくてもこれはいいんじゃないかとかっていうのは大事かなっていう。うわでもその形あるものじゃないですか、食器は。言ったら音楽とかは形のないというか、そのものをなんて言ったんやろ、それが残るのもすごいなってなんやろ。楽譜としてね残って、音楽の場合はね音楽が残ってるとかも、まあそれとかね、文化もそうやしさ、なんか残るとかつないでいくものっていうのは結構なんかずっと毎年やっててもやっぱり形ってどんどん変わってくるし、その時代その時代に合わせて多少どんどんずれてくるけども、なんかその一つが例えば20年のブランクを何かがありましたってなった時に再開した時って結構こうだったっけああだったっけみたいなことって今まあ確かにこう技術的ななんていうの、例えばね簡単にビデオが撮れたりとか動画が撮れたりとかで残す媒体っていうの多くなったけど、前ってそんなことできなかったから、だからどうだったのか全くもって分かんないみたいなことって結構あるから、なんかそれをなんかこう再現しようと思ってもなんか結構難しかった。まあ音楽なんか特にね、なんかそういうのすごくあるかなとは思うけど、でまあね、こういう例えば僕一つ思ってるのは、クリームポットって言って知らないかな、ちっちゃいほですか。クリームポットってあるんだけど、僕なんかね、いやなんかそれこそフォロワーさんが、僕なんかクリームポットなんてこんなんかね、ちっちゃいなんか日本だと茶碗蒸しに入れるみたいな、でもたまにある蓋がちょこっとついて、ちょっと今持ってマスタードのやつに似てる、もっとねちっちゃいもっとちっちゃいやつか、やつで、なんかあれとかってなんかクリームポットって何と思って、だってそんなの見たことないし、なんかヨーグルト入れたら違うとか言われてたけど、なんかそのフォロワーさんがここのリンク見てくださいとか言って見たら、なんかもともとは肉の汁とか肉汁って出るじゃないですか、丸焼きとか。なるほどなるほど。なんか入れとくためのポットで、当時はそういうポットなんか例えばなんか肉を食べた時にこうちょっとこうなんていうのこういう追いソースの追いソースみたいな感じでやるやつだったみたいで、でもそういう蓋がついてみたいなそういうなんか可愛いもんではなかったんだけど、でなんかこう机のなんかこう一個に食卓に置かれるもんだからってちょっとなんかこう形が変わってきたりとかして、なんか確かにクリームとか入れてる時期もあったらしいけど、もともとはなんかそういう肉汁みたいなの入れるとか、なんかやっぱりその時ってなんか今でそうやってなんかクリームポットってありそうだけど何なんて確かに確かになんかラビエもねもともとバターの入れ物やったけど、そうなんや、知らなかった。そうラビエにバターをドーンって詰めてて、でちょっとずつ使っていってたのが、だんだんなんかもっと使いやすいやん他の入れてもみたいになって、だんだん使い方が変わってったって言ってて、なんかでもその先入観なく見て、その時代が変わった人が新しい使い方するっていうのもすごいいいことやなって思う。それは思う。なんか別にそうそれだけじゃないよっていう。でもそういうのがなんかいいよね。この昔の使い方もして今風にもアレンジできて選択できる時代。昔の人が見たら驚くやろうけどね。
ってなるあと真面目な人はダメダメそんな使い方じゃんとかってなってたからね。確かに思うと思う。いや話止まらんね。止まらない。申し訳ないね本当。いやでもこんだけ話せるの嬉しいね。こうめっちゃ喋る。こだわりとか。いや嬉しい。ありがたい。いやいや楽しかったです。楽しかったね。てるさんはこういうのをやっぱこう人にこうなんていうんですか譲ったりっていうか売ったりとかされてるんですか？まあ今もね時々連絡いただく方もいるんですけど、まあちょっとこれから今年中にはちょっとまあインターネットのサイトとかちゃんとまあオフィシャルな形でちょっとやろうかなとは思ってて。すごい。やはりね結構いろんな方とこういう僕のこういう好きなものとか一緒に分かち合えたらいいなと思ってるし。分かち合うっていいな。でまあねもちろんまあさっきもちらっと話したかもしれないけど、まあこういう古いものだけじゃなくてなんかこう新しいものとかでもこういう自分の心に響いたものとかをなんかそういうのをちょっと日本の方とかになんていうのこう架け橋で出していけたらいいかなと思ってて。てるさんセレクトショップみたいな感じだな。それやってみたい。セレクトショップめっちゃいい。いい。頑張ります。楽しみにしてる。じゃあまたその時になったらまた他のコレクションもまた見させてください。ぜひぜひよろしくお願いします。やったー。じゃあ楽しみやね。楽しみ。うちらもなんかまたコレクションしたくなったな。そうやな。コレクション自慢の動画出す。そうやな。最近バーって販売会でねみんなに買ってもらったからちょっと減ったけど、減ったかもやけど、また溜まってきたらしよっか。またね、そういう話もしたい。ぜひぜひ。じゃあ行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は本当にこんないっぱい出していただいて最高。いやまだ見ときたい。まだ見ときたい。話も尽きなかったから今度お話会だけでもしたい。じゃあはい。